双葉 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。双葉電子工業の本田です。製品開発を担当しています、田中です。はい、今回の動画はですね、GYA553、先日発売になりましたけども、それのですね、取り付け方法、あとプロト側のセット方法の、動画となっております。前回の動画をですね、まだ見てない方は、前回の動画を見ていただいて、今回の動画を見ていただくと、よりわかりやすいと思います。じゃあですね、早速取り付けていきたいと思います。はい。ではですね、今回GYA553 ですね。こちらの553を取り付ける機材をまず紹介したいと思います。まずこのマスタージュニアですね。こちらの飛行機、2エレロン、1エレベーター、1ラダー、こちらの機体に取り付けていきたいと思います。で、設定する際にですね、危ないので絶対プロペラはですね、外しておいてください。そして、今回使用する16回 Z ですね、こちらの方を使って、取り付けていきたいと思います。はい。それでは GYA553 を搭載していきます。最初に GYA553 の底面に付属の両面テープを貼っておきます。続いて、受信機の S バスまたは S バス2の配線を553の S バス2のポートに挿します。左エルロンをエルロンのポートに挿します。右エルロンをエルロン2に挿します。エレベーターをエレベーターのポートに、ラダーをラダーのポートに挿します。両面テープを剥がして、この矢印が岸を向くように、GYA553 をしっかりと固定します。はい、それではプロポの設定をしていきたいと思います。リンケージメニューからファンクションの画面を開きます。GYA553 は、チャンネルがあらかじめ決められています。そのため、GYA553 で、決められた、チャンネルにファンクションを合わせていきます。まず最初にチャンネル5にエルロンのジャイロ感度のファンクションを入れていきます。ジャイロを設定します。続いて、チャンネル7にエレベーターのゲインを設定します。ジャイロ2設定します。続いて、ラダーのゲインチャンネルの、ファンクションを入れていきます。チャンネル8にジャイロ3を設定します。続いて、モデルメニューからジャイロミキシングの画面を開きます。今回はスイッチ E を使ってジャイロ感度の切り替えを行えるようにしたいと思います。レート1をノーマル、レート2を AVCS モードに設定していきます。レート1、オンにしてスイッチを選択します。スイッチ E、そしてオンオフの位置は奥側でオンにします。こちらをノーマルにしますので、モードをノーマルに切り替えます。レートを入れておきます。続いて、レートに設定していきます。レート2を、インヒビットをオフ状態にしております。
モードは AVCS。で、スイッチをまた SE に選びます。手前側でオンにするので、このままです。レートを入れておきます。これでスイッチ E でジャイロ感度が切り替えられます。奥でノーマルモード、真ん中でジャイロオフの状態、手前で AVCS モードになります。はい、それではジャイロ本体の設定を行っていきます。まず最初に電源入れます。はい、ジャイロ本体でスイッチと LED を使って、モードの設定ができます。まず最初に、データスイッチを長押しします。モード LED が黄色く点滅し始めますので、これで設定モードに入ったことになります。今この状態で、黄色1回点滅ですので、搭載方向の設定になっています。このように上面に搭載してますので、このままで OK です。続いてモードスイッチを短く押します。LED の点滅回数が2回になりました。この状態でサーボタイプを設定できます。アナログモードとデジタルモードが選択できますが、今デジタルモードが選択されています。もう一度モードボタンを押します。黄色 LED が3回点滅します。この状態でウィングタイプが選べます。ノーマル力ですので、このままで OK です。続いて、もう一度モードボタンを押します。この状態で、ラダー2、S バス2の選択ができます。現在使用してませんので、このままで OK です。それでは電源を入れ直します。今度は、モードボタンを長押しします。モード LED が赤色1回点滅になったら手を離してください。この状態でエルロン、今は左側のエルロンのリバースの設定になります。今は AVCS モードにしてありますので、エルロンの動作方向を確認してください。今これで動作方向合ってるんですけども、これをリバースにすると動作方向が逆になります。はい、これで合ってます。では次に、右エルロンのリバース設定をしていきます。モードスイッチを長押しします。はい、色が変わりましたら手を離してください。紫色1回点滅は右エルロンのリバース設定になります。今 AVCS モードですので、ちょっと機体を動かしてみます。動作方向が合ってますね。データボタンを押してリバースにすると、ジャイロの動作方向がこのように変わります。はい、元に戻します。続いて、エレベーターの設定です。
もう一度モードボタンを長押しします。はい、緑色1回点滅でエレベーターのリバース、設定になります。ピッチ方向に動かしてみます。はい、動作方向を逆にしてみました。次にラダーです。もう一度、モードボタンを長押しします。黄色点滅で、これエレベーター2の設定になりますので、もう一度長押しをします。はい、これで、ラダーのリバース設定です。リバースボタンを押してみます。データボタンを1回押します。はい、ジャイロの動作方向が変わりました。このようにして、ジャイロの動作方向を合わせていってください。はい、それでは 16IZ から GYA553 の設定する方法を説明します。GYA553 の P-BOX 端子に、延長ケーブルを、接続してください。反対側は 16IZ の S バスインターフェースのコネクターに接続します。16IZ から GYA553 の設定をできるようにするためには、まず 16IZ のソフトウェアをアップデートする必要があります。システムメニューのインフォメーション、ここで16IZ のバージョンの確認ができます。これが 2.0 より下の場合、当社のホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートしてください。GYA553 の設定機能の入ったソフトウェアですと、モデルメニューにジャイロセッティングの項目が追加されています。このジャイロセッティングの画面を開いてください。ここからスタートとしますと GYA553 からデータを読み込んできます。今表示されているのが送信機から設定されているジャイロ感度です。ここでベーシックメニューのボタンを押してください。ここで設定ボタンを押すと GYA553 本体で設定できる機能がここでも設定できるようになります。1ページ目がジャイロの搭載方向や、ウィングタイプ、サーボタイプの設定になります。続いてジャイロ動作の動作方向、ニュートラルの設定、リミットポイントの設定、そして送信機からはジャイロの動作の姿勢の保持力を設定することもできます。最後にデータリセット。もう一つ送信機からはS バスベーシックのメニューからジャイロのチャンネル設定を変えることもできます。ぜひ 16IZ からの簡単設定もお試しください。はい、ということでですね、取り付け設定が、終わりました。今回 16IZ のアップデートが入りまして、16IZ 側からですね、設定することができるようになりましたので、結構簡単にできるようになったと思います。ぜひですね、皆さんこの動画を見ていただいて、GYA553 にチャレンジしていただければなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。